どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はセブンイレブンの美味しい高タンパクなダイエット食を紹介していこうと思います。高タンパクなのでダイエットにももちろん効果的だし、肌ツヤもね良くなる食事ができるので、美容に気遣う方にも参考にしていただけたらと思います。この前ダイエットで2ヶ月で 11.5 キロ落としたという話をしましたが、その後も食事の栄養管理とジムでね筋トレをしっかり続けているんですけども、それのおかげで今もね少しずつ体重落ちてきてるんですよね。やっぱりねダイエットは結局食事と運動なんですよね。で食事は PFC 管理というのが非常に大事で、この PFC っていうのを何度か紹介していますけども、 P はプロテインでタンパク質ですね。で F はファットなので脂質で、 C はカーボで炭水化物ですね。これらを自分の身長とか体重、普段の運動強度とかから算出した必要な容量っていうのをチェックしておいて、その容量を毎日食事から取るということがね体作りに大切になってきます。家で自炊をすれば食材に何を使うかでこの PFC のねコントロールも非常にやりやすいんですけども、会社に行ってる時とか外出してる時とかっていうのはバランスよく食事を選ぶのがね難しいんですよね。でそういった時結構やっぱコンビニ食に頼ると思うんですけど、僕は会社の近くにセブンイレブンがあるのでランチはセブンイレブンで買ってます。セブンの食品は高タンパク低脂質低糖質のメニューが豊富なので、もうこれ選んでおけば太らない、むしろ痩せられるというのがね結構たくさんあります。そんなわけで今日は僕がいつも食べている美味しくて痩せられるセブンイレブンのダイエット食をまとめて紹介していこうと思います。コンビニのダイエット食っていうとサラダチキンとかスティック系のタンパク質が取れるやつを思い浮かべると思うんですけど、そのあたりはね今更説明する必要もなさそうなので、今回はそういったサラダチキン系のものを省いたものの中から美味しい高タンパク食を厳選して紹介していきたいと思います。今すでにダイエット中の方、夏に向けてダイエットを考えている方、ついついコンビニで太りやすいものばかり選んでしまう方々のランチ選びの参考にしていただけたらと思います。では紹介していきましょう。はい、まずこちらタンパク質が取れるチキン&チリですね。こちらがタンパク質が 26.9g も取れます。で脂質は 8.4g に抑えられてます。で炭水化物は 30.7g になってます。これ一つで 26.9g のタンパク質が取れちゃいます。で1日で取るべきタンパク質の量っていうのはだいたい体重 ×1 から 2g って言われていて、筋肉をつけたくてちゃんとトレーニングをやってる人とかだったらこの ×2 取った方がいいんですけど、トレーニングしてない人でも体重 ×1 ぐらいはタンパク質はね取っといた方がいいって言われています。なので例えば体重 60kg の人が1日に取るべきタンパク質が 60g というふうに考えると、1日に取るべきタンパク質の半分近くがこれ一つで取れちゃいます。めちゃめちゃタンパク質豊富です。さらに脂質と炭水化物が少ないっていうのもいいですよね。ちょっとこれ実際食べてみましょう。これ結構普段から僕食べてるんですけど、お皿に出そうかな。はい、こんな感じになってます。ローストチキンとあとゆで卵がカットされたものが入っていて、でこのミートみたいなやつが入ってるのが見えると思うんですけど、見えますかね。このミートみたいな、これがね大豆ミートなんですね。大豆ミートなのでさらにタンパク質が豊富になってるということですね。ちょっとこちらいただいてみたいと思います。ダメだよ。ちょっと一口大に切ってみました。いただきます。もう大豆ミートって分かんないぐらいね普通に美味しいミートソースが挟まったチキン&エッグって感じですね。普通に美味しいです。普段から食べてるんで個人的にはもうおなじみの味っていう感じなんですけど、結構ね食べ応えもあるんですよね。これ今一口食べましたけど、断面はこんな感じで結構たっぷり大豆ミートが入っていて、でチキンもね割と厚め 5mm ぐらいですかね、厚めのチキンがこんな感じでたっぷり入っていて、で卵は見やすくこういう風に断面が出るようになってますけど3切れ入ってるんで、これ一つでも割とボリュームはあります。ちょっとおとなしくしてってください。美味しいですね。
今日紹介するものはこんな感じで全てね、タンパク質が豊富で脂質と炭水化物が非常に少ないものになってるんですけど、なんで特にこのタンパク質に注目するかというと、一言で言えばタンパク質を取るとね、痩せるからなんですよね。ここだけ切れてるとちょっと語弊があるかもしれないので一応説明するんですけど、皆さんもタンパク質をたくさん取りましょう、たくさん取ると痩せますよとか、タンパク質を取らないと太りますよという話はね、聞いたことがある方もいるんじゃないかと思うんですが、僕もこれね、最初聞いた時よく分かんなかったんですけど、いろいろ調べていく中でやっとね、理解できてきました。まずタンパク質は体を作る栄養なので、皮膚とか髪の毛とか筋肉も全部ね、タンパク質でできてるんですよね。肌を作るのもタンパク質なので、タンパク質を取らないと肌の張りとかツヤも衰えてしまいます。そんなタンパク質を取って筋トレとか有酸素運動をしっかりやると筋肉が少しずつ増えていきます。タンパク質を取らないで運動しても筋肉は増えにくいということですね。タンパク質を取って運動をすると筋肉が増えやすくなって、筋肉が増えると基礎代謝が上がって筋肉が脂肪燃焼を助けてくれるので痩せやすくなると言われています。これがタンパク質を取ると痩せるということなんですね。逆に言えばタンパク質を取らないと筋肉が減ってしまう。筋肉が減ってしまうと基礎代謝が下がってしまう。基礎代謝が下がると脂肪燃焼がされにくくなる。脂肪燃焼されにくくなると太る。これがタンパク質を取らないと太るということになるということですね。なのでタンパク質をたっぷり取るというのはマッチョをね目指している人だけというわけではなく、僕も別にマッチョを目指しているわけではないですし、最近ちょっとダイエットの話ばっかなんでマッチョチャンネルになりそうな感じなんですけど、絶対そんなことにはならないので、あくまで最近の僕が得た知識というか体感したこととか、こういうふうにおすすめしてるだけなんでマッチョチャンネルにはなりません。で戻しますけど、マッチョを目指している人だけというわけではなくて、痩せやすい体を作りたいとか肌ツヤをきれいに保ちたいという人にとってもめちゃくちゃタンパク質重要なんですよね。そんなタンパク質がたっぷり取れて脂質とか炭水化物も少ない、こちらのねタンパク質が取れるチキン&デリ、これねなので非常にありがたいですね。はい、まず1つ目はこちら。はい、続いてはサラダですね。こちらタンパク質が取れる鶏胸肉サラダです。これもタンパク質がこれだけで 21.5g 取れます。脂質も 8.4g、 炭水化物は 3.5g しかないです。これほんとね、週に2回はこれランチで食べてますね。タンパク質も 21.5g 取れて、脂質も炭水化物も少ないのでね、ほんと最高なんですよね。タンパク質をたくさん取ろうと思ったらたくさん量を食べなきゃいけなくなりますが、何かをねたくさん食べようとすると、その分ねカロリーだったり脂質や炭水化物もねぐんと上がります。このタンパク質、脂質、炭水化物は体を動かすエネルギーの3大要素と言われていますが、タンパク質は必要な分取る必要があるけど、この脂質とか炭水化物は必要以上を取らないようにする、必要以下に抑えるということが重要になってくるので、そうしないとねたくさん取りすぎてしまうと脂肪になってしまうので、でもこれはね脂質も炭水化物も少ないので嬉しいです。僕自身が1日あたり取る PFC っていうのも自分で決めてまして、タンパク質は 90g から 150g で、脂質は 50g 以内、炭水化物は 120g 以内という風にしてるんですね。でこれを3食に分けて取るんで、1食あたり平均するとタンパク質は 40g ぐらいは取りたくて、脂質は15から 20g 以内には抑えたくて、炭水化物も 40g 以内に抑えたいんですよね。そう考えるとこういうのはね本当に助かります。これね結構鶏胸肉ジューシーで、ゆで卵もねちゃんと1個分ついてますので、ドレッシングがすりおろしの香味和風って書いてますけど、和風ドレッシングみたいなのが入ってますね。ドレッシングが一番下にこんな感じで入ってるんで、ドレッシングをかけていただくんですけど、結構ボリュームあるサラダとしていただけるんでね、これ非常に美味しいですね。こちらのタンパク質が取れる鶏胸肉サラダ、これもねめちゃくちゃおすすめです。で続いてもう一つサラダ紹介しましょう。こちらは似た名前ですけど、タンパク質が取れる大根おろしと豚しゃぶのサラダです。これもめちゃくちゃ食べてますね。だいたいもうこの2つローテーションで食べてるって感じですね。こちらもタンパク質たっぷり入ってますね。タンパク質が 20.3g 入っていて、脂質は 6.7g、 炭水化物も 6.2g とかなり低くなってます。タンパク質たっぷりでいいですね。これやっぱりねお肉がタンパク質の塊なのでね、これぐらいの量でも 20.3g 取れます。茹でた豚肉に大根おろしが乗っていて、ネギが乗っていて、でレタスが下にねたくさん入ってるという感じです。でドレッシングはカボスという
柚子香るポン酢ということでね、夏場でもさっぱりいただけます。これも結構ね、豚肉プルプルでジューシーで美味しいんですよね。タンパク質をたくさん取ろうとすると食事量をねたくさん食べなきゃいけなくなりますが、やっぱりねたくさん食べるのは量的にもしんどいし、特に夏場とかちょっと食欲が湧かなくてなかなかたっぷり食べることができないってなると思うんですけど、あと食欲があっても物によってはタンパク質だけじゃなくて食べた分ね脂質とか炭水化物も過剰に摂ることになってしまったりするんで、こういったね高タンパク低脂質低炭水化物の食事っていうのがね非常にダイエットにはね向いてるんですよね。タンパク質って意識しないとたくさん摂れないけど、脂質とか糖質ってね意識しなかったらねたくさん摂っちゃうからね危険なんですよね。ポテチとかピザとかね美味しいものはだいたい脂質とか炭水化物がめちゃくちゃ多いから気をつけないといけないんですよね。なので脂質炭水化物は控えめでこうねタンパク質がたっぷり摂れるサラダ、これもねおすすめです。続いてお惣菜系いくつか紹介していこうと思います。まずこちら、タンパク質が取れる鶏のトマト煮ですね。これねめちゃくちゃ美味しいんですよ。見た感じね結構カロリーも高そうに見えるんですけど、これ203キロカロリーでタンパク質が鶏を使ってるので 22.8g で脂質は 8.6g で抑えられてます。で炭水化物も 10.4g ということで、それでこれね結構しっかり味付いていて、でチーズもね上に乗ってますよね。チーズとあとブロッコリーも野菜の中では結構タンパク質豊富なので、ブロッコリーも乗ってチーズも乗って、でトマトもねたっぷりということで、このトマトソースねちょっと余っちゃうぐらいねしっかり入ってます。どうしてもタンパク質多めの食事って淡白な味そのままですから、淡白な味というかちょっと味気ないものも多い印象があるかもしれないですけども、これなんかはねタンパク質が取れてしっかりねもうちゃんとおかずって感じですね。塩分は 2.2g とかなんですけど結構ね味しっかりついてますね。なのでこれとあと炭水化物が抑えられるのであれば、これとおにぎりとか食べてもかなり十分舌はね満たされると思います。これめちゃくちゃ美味しいです。 YouTube でマジカルラブリーの野田クリスタルさんもこれおすすめしてましたね。これもよくセブンで買って食べてますね。はい、タンパク質が取れる鶏のトマト煮、こんな感じでセブンイレブンってタンパク質が取れるシリーズめちゃくちゃ多いんですよね。健康志向の食事というかねタンパク質を訴求したものというのが非常に多いので、ダイエットをしてる方とか美容に気遣う方にね優しい食品がたくさんセブンイレブンは揃っていると思います。はい、こちらもおすすめです。あとこれもね僕よく食べてますね。ホッケの塩焼きですね。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。こちらはセブンプレミアムですね。セブンプレミアムのホッケの塩焼き、これもね結構ジューシーで美味しいです。こちらもこれ一つでタンパク質が 22.8g 取れて、脂質もね 8.6g で炭水化物は 10.4g となってます。ホッケの塩焼き僕ね定食屋さんとかでも結構食べるんですけども、タンパク質っていうとどうしても鶏肉とかのイメージが強いと思うんですけど、こういう風にねホッケとか白身のお魚とか特にタンパク質豊富でいいですよね。お魚が好きな方はこちらもおすすめです。これもよく食べてます。であとセブンプレミアムで僕が一番好きなのはこれですね。タン塩焼き、これねめちゃくちゃ美味しいです。コリコリ食感のタン塩焼きですね。これ結構ね知る人ぞ知るって感じかもしれないんですけど、隠れた名品と言われている実は隠れた注目食品だったりするらしいですね。これも結構な頻度で僕食べてますね。これはね肉厚なタン塩焼きがゴロゴロと入っていて、これ1パックでタンパク質が 14.6g も取れます。でこんなジューシーなタン塩ですけども脂質は 10.6g で炭水化物は少ないですよ。 3.4g しかないです。味もしっかり塩味がついているので、もうほんとねこれおつまみでも美味しいと思うんですけど、普通にランチのお惣菜のね一品として食べてもねめちゃくちゃ美味しいです。僕ほんとこれとさっきのサラダとあとおにぎりとかそういう組み合わせでねよく食べてますね。ほんとこれおすすめ。このねコリコリ感食感がねたまらないんですよね。歯切れも非常に良くて食べやすいです。タン塩好きな方こちらおすすめです。タンだともう一つおすすめがあって、こちらですね。瀬戸内レモン果汁使用のスモークタンです。これもね美味しいんですよね。さっぱりしたレモン風味のスモークタンなんですけど、ちゃんとねこうスモークの香ばしさもあって、でコリコリ食感もね非常に良くて、僕結構牛タン好きなんでこれもねよく食べてますね。こちらも1パックでタンパク質が 13.8g 取れて、脂質は 9.3g で抑えられていて、炭水化物は 0.9g とかなり少なく抑えられています。こちらもおつまみとしても美味し
しいですし、ランチのね一品追加としてこちら選ぶっていうのもねいいと思います。これもねコリコリ食感めちゃくちゃ美味しいんでおすすめです。あとこれですね、砂肝の炭火焼きですね。これもねめちゃくちゃ美味しい、適度な塩加減でこれもねおつまみとしても美味しいし、おかずの一品としてもね十分成立する美味しさです。こちらもこんなちっちゃいパックなのにタンパク質 20.4g 取れます。この砂肝ね結構タンパク質豊富で低カロリー、低脂質、低糖質なんですよね。で脂質も 1.7g で炭水化物も 1.3g と、ほんとねダイエットとか美容に気遣う方にはねめちゃくちゃおすすめな一品です。で僕自炊する時も砂肝の焼き鳥とか、あとは鶏胸肉の焼き鳥とかめちゃくちゃ食べるんですけど、外出先とか会社のランチとかで一品食べるって時にはそういった時にも選びやすい一品だと思います。こちらもおすすめ。これもセブンプレミアムですね。砂肝の炭火焼きです。で続いてこちら熟成焼きイカですね。これも美味しいんですよ。すごい香ばしく焼き上げられた熟成焼きイカなんですけど、歯触りも非常に良くて、もうおやつで食べたいぐらいのね美味しさです。イカもね結構高タンパクなんですよね。これ一つでタンパク質 15.8g 取れます。で脂質は 6.3g、 炭水化物 4.6g ということで、脂質がちょっと高めになってるのは多分これマヨネーズが入ってるからだと思います。なのでねマヨネーズつけずに食べればねもっと脂質を抑えられると思います。イカもねタンパク質豊富なので、自炊する時とかもねイカ結構選ぶと美味しくいただけると思います。ちょっと前だとホタルイカとかがかなり安価でねたくさんいただけていた時期とかもあったので、本当ねダイエット集中していた時はホタルイカにもねかなり助けられましたね。はい、そんな熟成焼きイカ、こちらもおすすめです。で似たようなものでこちらタコブツです。このタコブツも美味しいんですよね。ほんとタコをぶつ切りにしただけのものなんですけど、で中に醤油とわさびが入っていて、これをつけていただくというものですね。タコもタンパク質結構豊富なので、これ一つでタンパク質 10.8g 取れます。で脂質はねほとんどないですね。 0.6g、 炭水化物も 1.0g となってます。なのでもうタコとかイカとかね、海産だったらタコイカとか食べとけばもうどんどん体筋肉ついていくし、どんどんね美容にも良くなって肌ツヤも良くなるって感じですね。こんな感じでタコブツもねコンビニで買えちゃうんですね。セブンプレミアムのタコブツ、これもねおすすめです。あとカップデリっていうシリーズもあるんで、これもね紹介します。まず一つ目、これやみつき香味だれのとろっと韓国風煮卵です。これねめちゃくちゃ美味しいんですよ。こんな感じで薬味たっぷり入っていて、卵にもしっかり味付けされた煮卵ですね。ゆで卵が2つ入っているのでタンパク質もね豊富に取れます。タンパク質が 12.7g で脂質が 7.9g、 炭水化物 4.9g ということですね。脂質ちょっと高くなってるといえば高くなってるんですけど、全然でも一品追加するぐらいだったらね何ら問題ないと思います。で結構味しっかりついていて、このね薬味がご覧の通りね結構しっかり味ついてる感じに見えると思うんですけど、これがねほんと味しっかりついているので、サラダとこれとかサラダとご飯とこれとか、そこにさっきのおつまみみたいなのを追加とかしたらしっかりした味のランチがねいただけると思います。やみつき香味だれってぐらいなので本当にねやみつきになるような美味しさです。これも僕結構買って食べてますね。味がしょっぱすぎるってこともないので非常にねバランスよく、ゆで卵なんでね食べやすいと思います。これもおすすめ、めちゃくちゃ美味しいです。あとはカップデリだとよく食べてるのこれですね。イカとキュウリのネギ塩サラダです。これも絶対見て美味しいの分かりますよね。プリプリで歯切れのいいイカと、あとはキュウリをねザクザク切ったものっていうのがたくさん入ってますね。ネギ塩だれがかかってると結構さっぱりいただけるタイプのものになってます。これもねイカなので結構タンパク質豊富で、こんなちっちゃいのに1パックで 12.1g これも取れます。で脂質は 3.3g、 炭水化物 4.8g ということで、こういうのってねキュウリでかさ増ししがちなんですけど、結構ねイカもたっぷり入ってるので半々ぐらい多分入ってる、64ぐらいかな、半分近くはイカも入ってるのでかなり満足度の高い一品になってます。これもほんと僕よく食べてますね。ほんとやっぱりイカはねダイエッターの味方ですね。これもねとても美味しいので一品追加という時にねこのカップデリシリーズの中でもこちらおすすめです。美味しいです。で続いてこちら振って食べる砂肝ポン酢です。これもね結構美味しいんですよね。こんな感じで細かく切った砂肝と玉ねぎと普通のネギかなが入っていて、振って食べるということで、こうよく振ると中でねちゃんとタレが絡んでより美味しくなる。でこんな感じなんですけど、味はねそんな見た目ほど濃くはないんですよね。割とあっさりいただけると思います。これもね砂肝なので非常にタンパク質も豊富で1パックで 12.7g 取れます。で脂質がねめちゃくちゃ低いんです。 0.7g しかないです。で炭水化物は 2.0g ということで、これも非常にダイエット向けな食材ですね。そしてちゃんと美味しいという、
こんな感じでカクテルシリーズも非常に高タンパクなもの多いのでね、おすすめです。はい、こんな感じですかね。ちょっとザザーっと紹介しましたけど、ほんとね、どれも美味しいし、タンパク質たっぷりで、低脂質、低糖質で、ダイエットとか美容にはね、めちゃくちゃ向いてると思うので、ぜひね、皆さん選んでみてください。はい、今日はセブンイレブンのダイエット食をまとめて紹介してみました。お店で見つけたらね、ぜひ試してみてください。今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った方、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういったダイエットに役立つ情報もお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。